Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to K-Boys Flutter University ということで始まりました K-Boy のフラッター大学。今回はですね、番外編ということで Windows の環境構築についてやっていきたいと思います。はい、ということで公式ドキュメントの Get Started の Windows のところをクリックしていきます。そしてまずは Git for Windows をダウンロードします。こちらクリックしてダウンロードと。はい。で、ダウンロードしばし待ちます。はい。ダウンロードが完了したら、そちらクリックして開きます。はい。開けたら、適当にね、どんどん進んでいって、セットアップを完了してください。はい、OK。ということで、Git のインストール、これで完了と。はい、ということで、次行きましょう。次はですね、Flutter SDK をダウンロードしていきます。こちらをクリックと。で、その間にですね、ドキュメントに書いてあるんですけども、PC の、新しくね、フォルダ作っていきたいと思います。src というフォルダを作って、フラッターというのをね、その中に作りますと。はい。こちらを用意しておきます。で、ダウンロードが終わったら、あそこに今ダウンロードしてるやつを突っ込む感じですね。はい。ダウンロード完了したので、Flutter SDK を開くと。はい。で、こちらをダブルクリックして、まずは、解凍しますね。はい、解凍しばらく待ちます。はい、解凍できたらさっき作ったフォルダのところに今のやつを突っ込みたいと思います。さっき PC の Windows C の、どこだっけ？そう、src のフラッター。ここに突っ込んでいきますね。はい、ちょっとコピー時間かかりますけど、はい、完了しましたかね。はい、これで Flutter SDK のダウンロードとパスをね、通す前に所定の場所に置くという作業が終わりました。はい、今度はこの Flutter SDK の中の bin っていうところを右クリックして、プロパティを押しますね。でですね、演舞とね、検索していただいて、環境変数を編集をしてください。で、環境変数の中にパスっていうやつがありますね。それを押して、編集をします。で、ここにね、追加していく感じですね。フラッターのパスを追加します。新規ですね。新規のところに、今作ったフラッターのこの SDK のパスを貼り付ける感じですかね。はい。貼り付けと。貼り付けて、さらにその中のbinっていうね、これ bin も付け加えておきますね。はい。これで OK かなと思います。OK を押しますと。OK と。これで一応パスが通ったんじゃないかなと思いますので、Flutter SDK がね、ちゃんとパス通ってるかどうか、次はこの Flutter Doctor っていうので確認していきたいと思います。ということで、ですね、パワーシェルを開きます。Windows パワーシェルを開きます。はい、こちらでですね、Flutter Doctor というコマンドを打っていきます。はい、無事ですね、Welcome to Flutter と書かれておりますので、Flutter SDK のダウンロードは完了という感じですかね。はい。で、いくつかまだダウンロード終わってないのがあるんで、ちょいちょいびっくりマーク、Android Studio とか出てるかなと思いますので、そちらを今から対応していきます。はい。次は Android セットアップですね。Windows で Android Studio をインストールしてやっていきましょう。はい。Android Studio を今回はダウンロードとチェックマークしてダウンロード押してしばしダウンロード待ちます。はい。もうパス通しちゃえばね、もうこっからはね、もう終わったようなもんなんで、Android Studio 普通にダウンロードして、そちら開いて、
セットアップしていくという感じであります。はい、Android Studio ダウンロードできたので、押して開きます。はい、開きますかね。はい、開いた。はい、開いたらまずはセットアップウィザードみたいなやつ始まると思うんで、そちらからやっていきたいと思います。はい、こちらはね、適当にどんどん進んでいただいていいです。特別好みがない限りは、どんどん次へという形でやっちゃってください。ウイルスバスターはね、ちょっとね、出てきちゃいましたけど、関係ないんで消しちゃいまして。はい、フィニッシュ押します。これで、セットアップウィザード終わったかなと思うんで、インストールされた Android Studio をちょっと普通に開いていきたいと思います。はい。これはなんか適当にドンとセンドで、センドでもよかったらどっちでもいいです。はい。で、最初のね、ウェルカムということで、スタンダードでよくて、こっちはどっちお好みで見た目を選んでください。はい、フィニッシュと。もろもろの、なんか必要なね、ファイルとかをダウンロードするので、ちょっと待ちます。はい、終わったかな。終わったらフィニッシュを押します。はい。はい、できました。ここからですね、次はですね、Android Studio そのままではフラッター入ってないので、フラッターのプラグインを入れるために Configure っていう右下のところを押しまして、プラグインのところで、フラッターっていうのを探しますね。フラッターありました。こちらを、インストールしていきたいと思います。はい、インストール。アクセプトでいいです、これも。はい、これで、これもアクセプトで OK でいいですね。はい、フラッターと Dart はこれにインストールできますね。インストール終わったら OK で、Android Studio をリスタートします。はい、再起動されましたね。これで多分上から2つ目にスタートはニューフラッタープロジェクトっていうのが追加されたと思います。なのでこちらをクリックしてみましょう。これちょっと新しいね、やつ作っていきたいと思います。はい。一番左のやつでいいです。名前はね、とりあえず、コリアンダーっていう名前で、何でもいいんですけどね、好きなアプリの名前を考えてください。で、上から2番目にフラット SDK パスが指定されているのを確認して、次に進んじゃっていいかなと思いますね。はい。はい、これで大丈夫と。はい、しばし作られるのを待ちます。待ちます。おー、そろそろできるかな。お、できそうですね。はい、こんな感じで、新しくね、フラッターのプロジェクトができました。はい、できたので今度はエミュレーターね、ダウンロードしていきたいと思います。わかります？右上の AVD マネージャーから開いて、Create a New Virtual Device、そして、画面のようにですね、お好みのやつでいいんですけども、今回選択したのは Pixel 3a の OS は Pi ですね。はい、を選択しました。はい、これでちょっとしばらくインストールします。できましたかね。できたかな。あ、できたかもしれない。はい。で、フィニッシュと。はい。あ、新しいの追加されましたね。はい。これで OK です。とりあえず一つだけバーチャルデバイス追加したんで。これで一旦そのバーチャルデバイスのインストール OK で、これを、起動してみます。右側の矢印ボタンみたいな三角ボタンをね、押して、立ち上げてください。はい。こんな感じで、バーチャルデバイスがね、立ち上がりました。はい。今度はこちらをビルドしていくので、上のね、また再生ボタンみたいなやつが、その右の虫みたいなボタンでもいいので、押して起動していきます。これは一番デフォルトの最初に作られているプロジェクトのビルドになります。はい。これでしばし待つと、こんな感じで、デフォルトのね、カウントアップアプリが表示されました。右下のボタンを押して、数字がね、カウントアップされていってたら大丈夫ですね。はい。これで、一通りの Windows の環境構築は、フラッター終了です。お疲れ様でした。っていう感じですね。
See you next time.